私が新学生の時に、経済的に神様が大きく支えてくださったっていう、このお話です。で、新学生になった時にですね、3分の2が、費用の3分の2はですね、アルバイトで埋めることができました。で、3分の1がないんですね。で、それに対して、主の指示が来たわけですね。3分の1は祈りで生きなさい。そして、こう言われたんですね。ジョージ・ミュラーの本を読んでましたから、その影響があって語りかけがあったんですが、人に必要があるとは言わない。もう祈りだけでいくと。それとともにですね、もしお金が足りなかったら、まあ、若かったのでね、ジョージ・ミュラーもそう言ってたので、要するに神様が支えないっていうことだから、これは献身をやめるっていうね、そういうことをジョージ・ミュラーが書いてたので、私ももしお金が足りなくなって借りるってことになったら、献身者を神様はやめろって言ってる印であると受け取ってですね、やめるっていうね、そういう決心でやったんですね。それで、祈ってる時にですね、与えられるんですよね。でも与えられ方がちょっと面白いのは、何が面白いのかっていうと、ギリギリになって与えられるんですね。ゼロに近いような形で与えられるんですね。で、ゼロになったの2回ぐらいあったと思うんですね。1回はですね、進学校にいて、教会に行くのにですね、30円しかなかった。全財産ですね。電車にも乗れないので、約2時間ぐらい歩いて行ったんですね。で、その時に思ったんですね。神様と共に散歩で行ってるなんて言ってたんですが、2時間ぐらいかかってると疲れてきてですね、それどころじゃない。それでですね、礼拝に出たんですね。で、説教を聞いて、で、30円、自分の全財産を捧げました。で、その時思ってるんですね。私はこの中で一番多くのお金を捧げた。なぜなら私は全財産を捧げたんだから。でもうそれでゼロになった。で、その時思ったんですね。お昼ご飯が教会で出ていて100円取ってたんですが、これは食べられないなと。借りちゃダメなんだから。ですね。というふうな体制で言ってたんですね。そしたらですね、気がついたら食べてたん。しまったーと思ったんですね。これお金払わないといけないでしょ。で、100円ぐらい借りりゃいいんだけど、しかし、借りたら、献身者不適当と示されたと受け取るという体制で言ってますからですね。これとんでもない話ですね。それでね、もう必死に祈り始めたんです。神様助けてください。お金を与えてください。会計が始まったら、その会計係が離れてですね、避けて避けて避けて、そして神様あなたはこの生きている方で、あなたの手は不可能なことはありませんとかなんか言ってですね、祈ったんですね。誰も来ない。で、とうとうあと2人ぐらいになってね、追い詰められてたんですね。で、もうダメかなと思ったら、その時にですね、役員の女性が来てね、ちょっとって私を呼んだんですね。そして呼んでですね、ついてったら、封筒を渡してくださったんですね。これどうぞって言って5000円入ってました。で、それはですね、教会から持ってる交通費だったんですが、交通費は月の同じ週にもらってるんですね、いつも。もらったばっかだった。その交通費が来る週ではなかったんですね。で、そのタイミングでね、その形でね、与えられました。で、ゼロの、ね、なったのはね、2、3回だったと思いますけども、神様はね、ゼロになった時に助けてくださったって、この体験をいたしましたし、また、その間ね、すべて支えられたんですね。で、主の誠実性と、御言葉の確認の素晴らしさっていうことをね、体験いたしました。